にちは、えっちゃんです。今日はこちらのですね、じゃじゃーん、ドラゴンボールのイラスト。これもう完成品なんですけど、これ完璧な模写のやり方を教えちゃいたいと思います。正直本当に誰でもすぐに簡単にもう1時間もあれば十分上手になれる方法なんですけど、本当は人に教えたくない、そんなやり方を今回は教えたいと思います。これね、見ていただいたらわかると思いますが、めちゃくちゃこちらの絵を元に模写したんですが、うまくできてると思います。これね、本当にコツさえつかめば誰でも好きなキャラクターや好きなイラストの模写が簡単にできるようになるんです。ポイントを押さえてぜひ皆さんチャレンジしてみてください。用意するものは模写したいイラスト、そしてそのイラストと全く同じ大きさの紙を用意すると簡単だと思います。では早速やっていこう。今回はリスペクトを込めてドラゴンボールの模写していくんですけど、ですね、まずは模写するにあたって大事なポイント1つ目、全体を見る。このね、この外側のね、形ですねを見る力があるといいです。例えばこれだと、頭の形、顔は丸いけど顔のここにこう、ざっくり言うと台形になるように髪の毛が出ていて、こっち側にも髪の毛が出てる中で顔があるみたいな感じなんですけど、外側の輪郭をざっくりと取れる力が大事だったりします。ここの凹凸とか無視して、例えば肩の線、ここまっすぐ、ここまっすぐ、首があって髪の毛がこういう形である。そして頭があって、ここもこのようにくっついてる。こんな感じでざっくりとした形の捉え方を持てると、模写は楽になります。こんなことを言ってもですね、この1つ目のポイントを取ったところで、じゃあ模写うまくできんの？そういうわけじゃありません。もっと簡単に模写ができるようになるためにやっていきましょう。ではですね、こちらですね、その参考にする絵をガイドラインつけちゃいます。もちろん模写するとき実際はこれできないんですけど、これを、シャーペンとかでやってもいいと思いますし、私なんかはもうやっぱり慣れてくると、頭の中でだいたいざっくりとこういうガイドラインが頭の中に生まれます。だいたいですね、8等分ぐらいに、線がつけられていたら、分かりやすくなると思います。はい、じゃあこちらですね、はい、線作りました。一応軽くなぞっておきましょう。はい、ざっくりとこんな感じで、線ができたらですね、こちらにも同じように線を引いておきます。2個目のポイントはガイドラインを取って模写していく。これはかなり楽になります。この場合はですね、さらに外側の輪郭を見ていきます。例えばここのブロックだけまず見てみましょう。そうするとこのブロックの中でもね、こう分割していって見てもいいんですが、だいぶ分かりやすくなると思います。だいたいここら辺に手のやつがあって、服の線があって、ここだけね今模写してます。こっち側はこんな感じですよね。はい。で、肩の部分、頭の部分なんかも同じようにやっていくと、悟空の外側のラインだけシルエットが取れますね。シルエットを取ることで大体の位置がわかると思います。それはかなり大事なことになります。例えばね、ここに髪の毛のこの部分がある。ここの十字のちょうど上ぐらい、ここら辺に髪の毛の、終わりの部分があるなとかでね、角度とかもちょっと気をつけながら描いていくと、だいぶですね、ガイドライン取るの楽になります。
大体ですねこんな感じに、かけたらですね、後で微調整はするんですがシルエットができてると思います。そしたらですねこれを元にですね、細かい部分顔の位置だったりとかを描いていきましょう。顔もですね次も部分的にこのように見ていきましょう。ここ顔がね、鉢回りが広くなっている広がるような台形であると。でそれの始まりと終わりの位置なんかも意識してみましょう。首のこの付け根のこの段差よりちょっとこれぐらいの角度でですね下にあるここら辺に顎の位置がありますね。だいぶシャープな顔ですね。ごく意外と耳の位置なんかも描いていきます。耳の位置は輪郭が描けたらこの顔の中のところもやっていきましょう。顔は顔でですね顔自体にこのようにガイドラインを描いてもいいと思います。顔の中心になるところここら辺に鼻がある。はい、あっという間にですね髪の毛と顔の部分が出来上がってきてると思います。この調子でですね、顔の細かい部分や服装のところもやっていきます。やり方は全て同じです。3つ目のポイントとしてはこの角度っていうところをですねこの鉛筆とかでこう書いてこのススススス当ててですね鉛筆の角度を意識してこの線を描いていくとよりやりやすいと思います。物を見るときはもちろん目で見ることも大事ですがデッサンと同じように測るというのも大事です。この対比ですね。例えば顔のこの横幅と縦幅どうかななんていうのを見るのも大事だったりします。ガイドラインがあることでですね、ここはかなり楽になっているかなと思います。では続けてやっていきましょう。はい、あっという間に線画のベースができました。耳の部分とかもねちょっとやってみましょうか。ではどれぐらい模写うまくいってるのかちょっと重ねて見てみましょう。はい、これとこれ大体ほぼほぼ同じですね。これをさらに線画、なぞっていって、より形を整えていくとバッチリとこの悟空がね出来上がると思います。はい、
バッチリ線画が描けました。今回はですね、消しゴム描きをして色塗りまでやってみましょう。いや、もうね、十分模写がこれでね、レベルアップしてると思います。あ、指のとことか描き忘れてましたね。指のとこも描いていきます。よーし、色塗りフェーズに入るぞ。じゃあね、これを塗っていくわけですが、今回も、私大好きなコピックを使って塗っていきたいと思います。塗り方も参考にして、鳥山先生いいねって言ってもらえるぐらい丁寧に塗っていきたいと思います。塗り分け用の線もちょっと少し髪の毛とかね描かせてもらって、コピックでガシガシ塗ってみましょう。You gotta listen up, listen up. There's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, all I ever need is here with you. There's a place where we can go, where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know that I just wanna be with you? Baby, there is a place where we can go, where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know that I just wanna be with you? Oh, I can't get enough, get enough. Don't ever let me be away from you. I'm gonna hold you tight, hold you tight. 'Cause you're the only thing that I can't lose. I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, all I ever need is here with you. There's a place where we can go, where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know that I just wanna be with you? Baby, there is a place where... はい、ということで出来上がりました。めちゃくちゃいい感じにできたんじゃないですか。はい、ということでこんな感じでですね、元々の絵がこちら。まあコピックでやってるんでちょっと色味とかは少し違うところはあるんですが、ほぼ完璧に模写ができてるんじゃないかなと思います。2時間集中してやっていただければ、皆さんもね、塗りまでは終わらないかもしれないんですけれど、模写自体はできると思います。最初にね、やっぱり輪郭線を捉えることで、全く同じようなものの見方ができてるので、ほぼ同じ位置に同じものが描ける。そしてガイドラインを描くことでより正確に描くことができます。あとはですね、やっぱりまっすぐ線を引くだったりとか、綺麗な曲線を描くっていうところに関してはもうひたすら描く練習をするしかないかなと思います。はい、ということで皆さん上手に模写できましたか？今回はね、鳥山明先生推託の意というか、本当にリスペクトを込めてドラゴンボールのイラストを描いてみたんですが、皆さん今好きな漫画やアニメあると思います。絵を上手くなりたいと思ってると思います。この模写の仕方覚えると普通の絵も上手くなれる、そんなバランスの取り方のポイントもたくさん入っているので、ぜひ皆さんたくさん模写してたくさん自分の絵を見つけて楽しいお絵描きライフしてみてください。ではこの動画ためになったなとか、えっちゃんの絵うまいとか、鳥山明先生本当に大好きですって思った方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。